どうもこんにちは。今回から映像に字幕を入れていません。字幕ファイルは YouTube のサーバーへアップロードしています。もし字幕表示が必要な方は YouTube の字幕をオンにしてご覧ください。さて、今回もスーファミの修理です。製造番号の小さなものから修理しています。初期型3台の修理が終わり4台目になります。今回から中期型になります。こちらはオークションサイトで完全ジャンク品として売られていました。中期型からコストカットされて後ろのゴム足が4個から2個になりました。外観から簡単に見分けることができます。どんな故障か説明がありませんでしたので動かして確認しましょう。いつものゴリラですね。他のものでは出ない不具合でもこのカセットでは出るんですよね。特にスプライト関連の不具合は敏感に出るのでテストに使うにはとってもいいです。少し早送りします。今日のゴリラはハイテンションです。ここですね。前回はゴリラが消えていましたが今回は背景のジャングルがおかしいです。背景がグリッチしています。簡単な故障ではなさそうです。バーンインテストで調べましょう。見えたでしょうか。3つ失敗したようですがよくわかりませんね。上は文字が消えていますが VRAM ハイフェイルです。スーファミにはハイトロウ2個の VRAM が搭載されています。16ビットのデータバスを構成するために下位8ビットをロウ側へ、上位8ビットをハイ側へそれぞれ分担して記憶します。ハイ側の VRAM には色のパレットの指定、上下左右反転などの属性情報が格納されます。ですので、ハイ側が故障した場合はタイルの基本形状やキャラクターの輪郭は保たれますが、パレット指定の異常で色が全く違う、グラフィックが上下左右に反転する、背景とキャラクターの重なり順がおかしくなる、といった属性の異常が現れます。次の DMA はもう何度も出てきてますね。CPU の処理を介さずにメモリから PPU や APU などへデータを高速転送する専用の仕組みです。3つ目も文字が潰れていますね。VRAM カウントフェイルです。何をカウントしているのかは分かりませんが、これも VRAM の読み書きテストにおいてエラーが検出されたのでしょうね。これはスーファミ本体内部における主要なチップや部品間の信号のつながりを示した機能ブロック図です。VRAM や VRAM カウントがフェイルしていることから PPU1 か VRAM の故障、もしくはそれをつなぐバスの断線が疑われます。そして DMA のエラーが出たのはなぜでしょうか。スーパーファミコンの設計上、CPU は VRAM と物理的に直接はつながっていません。CPU からの DMA 転送も含め、VRAM へのアクセスはすべて PPU を介して行われるため、PPU1 と VRAM 間の故障が DMA フェイルの直接的な原因になります。ということで、CPU や PPU2 の故障の可能性は低く、故障原因は PPU1 か VRAM かその間のバスの断線に絞り込めます。チップを交換する前に PPU1 と VRAM 間のバスに断線がないか調べます。VRAM が2個ありますが手前の U4 がハイ側になります。左に表示しているのが VRAM のピンアサインです。D0 から D7 がデータバスで、A0 から A14 がアドレスバスです。これはデータバスの断線を調べています。全部のピンを調べてみましたが断線はありませんでした。VRAM と PPU でデータのやり取りがあるかをシロスコープで見てみましょう。オートトリガーで見ていますのでごちゃっとしていますが、信号はしっかりと 0V と 5V の間で駆動しています。異常があると 0V や 5V に張り付いた状態になります。この後、アドレスバスとデータバス、そして制御信号の WE、OE、CE 位置をチェックしましたが、特に異常な信号はありませんでした。ただ信号のやり取りはありますが、そのデータの内容やタイミングの異常などはこのチェックでは分かりません。ということで、PPU1 か VRAM 内部の故障っぽいのでチップ交換してみましょう。
まず VRAM を取り外します。交換する正常な VRAM は1台目のすでに取り外しているものを使います。メーカーは違いますが同じスペックでしたので完全に互換性があります。確認します。ダメですね。まだジャングルがグリッチしています。VRAM は異常ありませんでした。それでは PPU1 を交換しましょう。こちらも1台目の正常な PPU1 が取り外してありますので取り付けるだけです。このチップは前の動画で取り替えたことがあります。同じ動画になりますのでささっと飛ばしましょう。それでは確認します。3つのエラーが解消しましたね。こちらもジャングルがきれいに表示されました。故障原因は PPU1 でした。もう1台行ってみましょう。5台目です。こちらも状況がわかりません。動作確認から始めましょう。こちらも背景のグリッチですね。タイルそのものは良さそうですが配置がおかしいですね。ここでハングアップしました。エラーが出ている部分は先ほどと同じようです。VRAM のエラーが3文字なのでロウ側のエラーですね。ロウ側の VRAM にはどのタイルを置くかの基本番号が格納されています。ロウ側が故障した場合は指定されるグラフィックの基礎データが壊れるため、背景が本来と全く違うタイルで埋め尽くされる文字化けのような状態が現れます。
ちょうどよくハイとロウの V ラムの故障が出ましたので、壊れ方の違いがよくわかりますね。調べたところ V ラムが故障することはあまりないようですね。故障率は CPU が多く次に PPU1 そして PPU2 の順になります。4代目と全く同じパターンなので PPU1 を取り替えてしまいましょう。2代目の部品取りの基板から正常な PPU1 をいただきます。5代目に正常な PPU1 を取り付けます。同じ映像になりますので5倍速ダイジェストで飛ばしましょう。確認します。いいですね。オールクリアです。背景直りました。グッドボタンチャンスです。おまけのもう1台やりましょうか。これサウナ帰りのハードオフで見つけました。ちょうどスーファミ修理やってるのでついでということで衝動買いしました。220円でいいのでしょうか。虎の穴1台追加です。電源が入らないということですがどうでしょうか。確かに電源が入りませんね。映っていませんが電源ランプはついてます。分解します。ホコリアレルギーには辛い状況です。掃除機かけました。電源の異常でしょうか。問題ありませんね。まさかひょっとして端子を掃除してみます。ゴリラチェックです。あ、ラッキージャンクでした。ジャンク品はネットオークションより店舗の方がラッキーが多いですよね。メルカリは比較的マシですがヤフオクは難易度が高いジャンクが多い印象です。今回もヤフオクのまとめて4台の完全ジャンク品は全てチップが故障してました。バーンインテストである程度は故障箇所が分かりますので、こなれた業者さんならめんどくさそうなジャンクはそのままヤフオクで流すのかもしれませんね。作りたい動画が溜まってきましたので今週はピッチを上げてスーファミ修理をしていました。もう100ピンのチップならテレビを見ながらでも30分でできるようになっちゃいました。残すところボスを入れてあと3台。そろそろゴールが見えてきました。最後までご視聴ありがとうございました。もし気に入っていただけたならチャンネル登録をお願いします。またね。